お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍が初めて独自に開発をした戦車、四星1号戦車について解説する。日本軍の戦車はどうも強くないイメージが。太平洋戦争では局地戦で目立った活躍ができず、米軍の戦車に苦戦したイメージもあるのは事実だが、世界の潮流に遅れまいと、日本軍も四苦八苦して戦車開発を進めていたんだよ。まずは記念すべき第1号の戦車である、四星1号戦車の解説をしていくよ。帝国陸軍の関係者が初めて戦車という兵器を目にしたのは、第一次世界大戦だ。第一次世界大戦には、世界中からヨーロッパに艦船武艦が送り込まれたが、日本も例外ではなく、軍隊同士の局地戦から、国家同士の総力戦へと戦争の対応が変わっていく過程を見聞すべく、ヨーロッパには数多くの艦船武艦が派遣された。彼らが戦場で目にしたもので、とりわけ衝撃を与えたのが、戦車だ。確かイギリスが初めて実戦使用したんだな。そう、世界史の教科書にも出ていたんではないかと思うが、イギリスが開発し、世界で初めて実戦に投入した、マーク1戦車だ。マーク1戦車は、まだ戦車の開発、運用が始まったばかりという事情もあって、故障や脱落が相次いだので、艦船武艦の中には、戦車の実用性に疑問を示す武艦もいたが、中には将来の戦車による機動戦を予測する先見性のある武艦もいたらしい。とりわけ日本は、日露戦争を経験したものの、第一次世界大戦では主戦場であるヨーロッパから遠く離れており、近代戦の潮流に取り残されてしまうのではないかという危機感が、特に中堅や若手の陸軍将校らの間で強かったので、艦船武艦からの戦車に関する報告は、帝国陸軍を戦車開発に導くのに十分なインパクトがあった。そうは言っても、いきなり部品をかき集めて日本で戦車をゼロから作れるほど、日本の工業力は高くなかったので、まずは完成品を輸入して調査しようということになった。軍用トラックの黎明期の開発と同じパターンだな。軍用トラックの開発でも活躍した、陸軍省の軍用自動車調査委員会は、輸送や兵站を担当する市長陛下の将校をヨーロッパに派遣し、イギリスから戦車を一両購入する。その戦車こそ、世界で初めて実戦投入されたマーク1戦車に改良を重ねた、マーク4戦車だ。形は似てるな。さらに、追加してイギリスからはホイペット A 型中戦車、フランスからはルノー FT 型軽戦車も購入され、帝国陸軍の調査に供された。そして、帝国陸軍の戦車開発が推進されることになる出来事が起きる、宇垣軍縮だ。これは、第一次世界大戦終結後、世界的に軍縮の潮流が起きる中、関東大震災の復興費用を補填する要請もあって、大正14年に帝国陸軍が断行した軍備整理を指し、その時の陸軍大臣が宇垣一茂だったので、宇垣軍縮と呼ばれている。軍縮って軍の規模が縮小することでしょ。なんでそれが戦車開発を推進させることになったの？それはね、この点宇垣一茂大将はしたたかな一面を見せてるんだけど、世論や議会の圧力に抗しきれず、軍縮は断行し、師団や将校の数を減らしはしたんだけど、それで生じた余分な予算を、別の方面に使ったんだ。その別の方面こそが、帝国陸軍の機械化であり、そこには戦車部隊の開発も含まれていた。軍縮で余った予算を軍の近代化に振り向けたわけか。1926年には、帝国陸軍の技術本部が戦車設計要領書を陸軍大臣に上申し、いよいよ帝国陸軍自前での戦車開発が始まる。帝国陸軍内には、国内で戦車開発をすると時間がかかりすぎるので、手っ取り早く輸入して数を揃えればいいという意見もあったが、陸軍の技術人としては、輸入された戦車の研究を継続して行っていたことや、砲兵トラクターである3トン牽引車の開発に成功していた背景もあって、自国の技術による開発を進めたんだ。技術本部系統の将校らは開発をしたかったんだな。陸軍大臣は開発にゴーサインを出したが、開発予算の計上時期の関係で、開発陣に与えられた期間は22ヶ月というハードなスケジュールだったんだけどね。さらに、当時の日本では、
戦車を製造するために必要な各種工業技術がまだまだ未発達だったから、戦車の設計を請け負った技術本部の部員や、製造を担当する大阪砲兵工廠の職員らは、民間企業にも協力を仰ぎながら、手探りで開発を進めていった。そして、日本で初めて独自開発された戦車の第1号機であり、前装機式戦車である、市制1号戦車は完成した。予算計上の関係から強引に設定された納期ギリギリだったらしい。市制1号戦車には全周旋回可能な砲塔が装備され、戦車砲としては、57ミリ砲が1門装備された。この戦車砲の口径は、当時の世界における戦車の中では小規模というよりむしろ火力を重視した口径だったという指摘もある。初の走行試験は、関係者が本当に走ってくれるだろうかという懸念を持ちながら見守る中、市制1号戦車は軽快に走行しただけでなく、急傾斜の走行、塹壕の超越も見事に成し遂げ、関係者は胸をなで下ろした。予想以上に成功した戦車だったんだな。性能は申し分なかったらしい。ただ、問題もあった。市制1号戦車は、そもそも帝国陸軍が自前で戦車を作れるのか、という問題意識から始まった試作機だったので、量産のことはほとんど考慮していなかったし、さらには、日本や大陸での道路事情を加味した輸送のこともあんまり考慮されていなかった。したがって、帝国陸軍が戦車を実戦配備するには、市制1号戦車をベースにして、量産を視野に入れた構造、日本の道路事情が許す重量など、さらに現実的な問題を克服する必要があったんだ。これら問題を克服すべく、帝国陸軍は引き続き、89式軽戦車の開発に邁進することになる。今日の解説はここまでだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。